皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。今日は何させてもらうかというと、まず一つ目がですね、2019年11月から休眠させてて、2021年の12月に、発芽をまたねさせて、そっからね開花をね冬季の間にしようと思ってたやつの現在の様子と、もう一つは、ボロボロだった天の橋立を、復活させたというような感じのね、動画を作らせてもらったと思うんですけど、その後の様子、この2本をご紹介させていただきたいと思っております。こちらです。まず一つ目はですね、2019年のねすっごい前の2年越しのね熱帯スイレンの球根、2年間もね休眠してた熱帯スイレンはちゃんとね発芽してね育つのかどうかっていうところがまず心配でしたけど、それがこんな状態ですね。はい。今現在ねこの2019年から2年後だから2021年のね12月の段階ではこんな感じでまだまだ茂っていないこうねビオトープでしたけど、現在の様子はじゃーん、こんな感じです。はい。だいぶね茂りましてね、まずこのね、エキノドルスのもうこの茂り具合すごいですよね。花も何回か咲きましたね。でそうこうしてるうちに一時ね枯れかかってた、サジオモダカが今こんな風にね、小さく育っております。はい。でコブラグラスは至る所にあるのと、この一時隆盛を極めていたルドビジア・グランデュローサはね今ちょっとね停滞気味ですね。はい。で、あとは一番の問題のね熱帯スイレン、今ねこんな感じなんですけど、これね実はね咲いてたんですよ。こう数日前にこんな感じで、はい、とうとうね2年越しの球根がやっと開花に至りました。冬季のうちに開花するってことはねまずなかったんですけど、ちょっと日当たりがやっぱり足りてなかったのかな。日照ライトだけではライトの当て方もねちょっと斜めからね照射していたので、その辺の問題もあったのかなって気もするんですけど、とうとうね屋外に出して開花しました。冬季の開花どころかね夏でもちょっとその遅いぐらいになりましたね。いっぺん葉っぱ全部なくなってね休眠状態に陥ってからの再スタートで、こう数日前に開花しまして、今現在ですね、つぼみがもう一個ついてますね。はい、これ映るかどうかわかんないですけどちょっと一応見せときますね。これなんですけど、あんまりねこの熱帯スイレンが大きくなりすぎるとバランスが悪くなっちゃうので、肥料さえあればもっとね花もたくさん咲くし大きくもなるんですけど、あえてこれはね肥料あんまりやらずに育てております。こじんまりとね姫熱帯スイレンぐらいのサイズ感でね、これでも結構もともと大きく育つオーガスコックっていう品種だったんですけど、これぐらいで育っております。はい、まず一つ目がですね、このねこれです。この動画ですね。2年間放置熱帯スイレンの球根、真冬の室内ビオトープで開花にチャレンジ。はい、全然ね、室内どころか、春にも、初夏にも咲きませんでしたけどね。はい、それではね続いて天の橋立ビオトープの現在の様子ですね。もう作り始めた、手直しする前はこんな感じでしたかね。はい、非常にこう寂しい感じでね、ボロボロだったんですけど、それをリニューアルさせてそこそこいい感じにはなってきてて、で、その後どう育ったかなんですけど、一時の方がね綺麗だったんで、今動画撮るのどうかなって気はするんですけど、今こんな感じです。はい。縁の、キューバかな、これキューバパールは一応育ってはいるんですけど、一時の方が綺麗でしたね。今はねちょっとね肥料切れなのか黄色くなり気味であまり美しくはないかなっていう状態なんですけど、一応ねちゃんとねこれ育ってるんですよ。根っこがねこのようにほら、しっかりとねこう張ってる状態ですね。はい。でこれなんですけど、ちょっとねあまりにもこう植物が少ないので、この後また足していこうかなと思っております。はい。ということで、今日はですね、ボロボロ、ビオトープの、リニューアルと、この熱帯スイレンの、球根の開花をご報告をさせていただきました。それでは皆さんさよなら。あとですね、こちらなんですが、
このマイクロファイバーでねこうシート状に切ってですね、キューバパールグラスを貼り付けていたんですけど、今現在ですね、戸弱園芸にはピクタさんっていうね会社さんの商品ってですね、こういうね活着くんっていうのがあるんですよ。これいろんなサイズがあるんですけど、これねピクタさんって結構植物にこう結構ね精通された方が作られたものでして、こうたまたまあるね資材をそのまま鈴木がね勝手に利用したんではなくって、これはもう植物のために活着させるように作られた商品ですので、また是非ねおすすめですので、こういうのを使ってこういう風にねしてもらったらもっとより良いねものがねできるかもしれないです。でちなみにちょっとねここで活着くん一部貼ってみました。はい、もう厚みが違ってねこの水気具合も全然違いますね。はい、やっぱこれはいいです。はい、ということで、活着くんおすすめですよ。その後なんですけどね、まだ配信までに時間がありましたので、ちょっとずつね天橋立ビオトップに色が戻ってきたんですよ。こんな感じです。ちょっとねこの辺だけね培養土を入れたんですよね。だからね有機質とあと肥料系もねちょっと足されたっていうことで緑が戻ってきましたね。で季節的にもねいい季節になってきたのか、ちょっとずつこの辺も色良くなってきた気がしますね。であとこのね活着くんのところに菊もをぴょんとね貼り付けといたら、ちゃんと土もなくねもう活着してますね。これほら分かります？もう引っ張られて抜けないですね。でここパールグラスかなんかもう貼り付けといたらこうやって根付いてますね。この辺のも貼っときますかね。はい、こうやってプチって切ってここに貼っとくのね。こうやってもうこんなんで育ちますからね。活着くんだったら活着くんすごいですよね。活着くんこうやってはいこんな感じでもうちょっとこの辺も貼っとこうか。はい、もうほら分かります？この水気具合、こんなに水含んでるんで土なくても十分やっていけるって感じですね。はいということでちょっとだけ日にちがあったので続編っていうわけではないんですけど、少しだけ現在の様子をねさらに追加で、配信させてもらいたいと思いました。それでは皆さんさよなら。